先の見えない日本社会の空気に将来の生活が不安になる。老後の資金が足りなくなったらどうしようと心配で焦りを感じる。この動画はそんなあなたのために作られました。私たちが生きていく上でお金とはなくてはならないものです。そして私たちは常にこのお金の問題に悩まされます。今は元気で働けていても誰もがいつかは体が衰えて今のようには働けなくなるもの。今回はそんなお金にまつわる人間の苦しみについて仏教の観点から光を当ててみたいと思います。仏教の開祖であるブッダは人間の苦しみは無明、すなわち真理を照らす光を持たないことによって起こっていると説きました。つまりなぜ苦しみが起こるのか、どのようにしてその苦しみから逃れることができるのか、それを知らないことこそが原因であるということです。この動画があなたの苦しみを手放す一つのきっかけになるかもしれません。ぜひお茶でも飲みながらくつろいで耳を傾けていただければと思います。今回は仏教の教えをより分かりやすくお伝えするために一つの物語をご紹介します。主人公は55歳の沢子という女性です。沢子には息子と娘がそれぞれいますが、2人とももう成人して家を出ており、今は夫と2人暮らしをしています。夫は長く公務員として役場で勤めており、子供たちが小学生の頃には一軒家も建てて2人で協力して家庭を築いてきました。子供たちを大学に行かせるのに教育資金も必要でしたので、夫婦共働きで収入を得ながらなんとか頑張ってきたと2人でしみじみ思い返すこともしばしばあります。息子は東京の企業に勤めていて、娘もその夫の転勤で離れた県に住んでいますが、お盆やお正月には孫を連れて顔を見せに来てくれて、それも一つの楽しみでした。そんな風に子育ても一段落ついてから数年が経ち、それまでの糸が切れたのか、沢子の中にはいつも漠然とした不安がありました。最近は朝起きるのにも体が重くて時間がかかったり、いつもの家事でさえ以前は当たり前のようにしていたのがもうぐったりしてしまうようになりました。やっぱりいつまでも今までのようには働けないし、これから病気も増えてきたりして医療費もかかるかもしれない。最近の沢子はいつもそうしてこの先の老後に対する漠然とした不安に苛まれていました。不景気の昨今、子供たちの収入も決して良いとは言えません。孫が成長していくにつれていろいろとお金もかかるかもしれない。ちゃんと備えておかないと子供たちのことも心配です。夫に相談しても先のことをくよくよ考えてもしょうがないだろうと一蹴されてしまい、確かにそうとは思いながらも頭の中ではいつも将来の心配事ばかり考えてしまっていました。そんなある日、沢子は最近友達の勧めで通い出した陶芸教室で千恵さんに出会います。千恵さんは沢子よりも20ほど年が離れていて、年齢は76歳。いつも穏やかな物腰でよいしょよいしょとニコニコしながら土をこねているのが印象的な女性でした。いつものように沢子が土をこねていると千恵さんが声をかけてくれました。沢子さん、なんだか浮かない顔をしてますけど何かありましたか？沢子は考え事をしながら土をこねていたので、急に声をかけられてハッとしました。漠然とした将来への不安を感じてモヤモヤしていたのが表情に現れていたのか、千恵さんが心配して声をかけてくれたのでした。すみません、ちょっと考え事をしていたものでぼーっとしてしまっていたみたいで、元気なので大丈夫です。沢子は余計な心配をかけないようにと気丈に振る舞い、千恵さんに頭を下げました。そうでしたか。生きていると本当にいろいろと考えてしまうので大変ですよね。それにほら、最近は物価も上がっていて生活を切り盛りするのも大変でしょう。私も毎日途方に暮れてますよ。千恵さんはそう言ってうふふと笑いました。千恵さんの達観した姿に沢子はなんだか心が少し軽くなるのを感じました。本当に最近は不景気で、今は私も夫も働いているので大丈夫ですが、この先のことを考えるといろいろと余計な心配が増えてきて、子供たちの方も孫がこれから大きくなるといろいろとお金もかかりますからね。今のうちから備えておかないとなって焦燥感のようなものを感じてしまうんですよね。沢子はそう言ってから家の事情のことをあれこれと話してしまって迷惑だったかなと少し反省しました。ですが千恵さんはそんなことはまるで気にもかけていない様子で優しくうなずきながら
話を聞いてくれていました。沢子さん、よかったら今度家に遊びに来ない？独り身で十分なおもてなしはできないかもしれないけど、ゆっくり話をしてみましょう。沢子は突然の誘いに戸惑いながらも、嬉しい申し出に心が小さく弾むような感情を抱きました。いいんですか？もしお邪魔でなければぜひお願いしたいです。もちろんです。私も主人が亡くなってからもうずっと一人で暮らしてますから、時々誰かとお話しするのが一つの生きがいなんです。そうして沢子は千恵さんの自宅へ伺う約束をして、その日は家に帰りました。どうしてあんな風にいつも穏やかで達観していられるんだろう。周囲の人の心を軽くしてくれるような千恵さんの不思議な人柄に、沢子の悩みを解決するヒントがあるのではないだろうかと興味を抱いたのです。そして次の日曜日、沢子は千恵さんの自宅を訪ねました。小さな庭のある平屋建てのお家で、年季は入っていましたが、丁寧に手入れが行き届いている印象のお家でした。千恵さんはちょうど庭の草花に水やりをしているところで、訪れた沢子を優しく迎えてくれました。今日はわざわざありがとね、沢子さん。さあどうぞ上がってください。そう言って千恵さんは家の中に招き入れてくれました。家の中はきれいに整理整頓されていて、心地よい凛とした空気が漂っています。今日はお招きいただいてありがとうございます。それと先日は勝手に身の上のことをいろいろと話してしまって失礼しました。気にすることないですよ、沢子さん。誰だってみんな見せないだけでそれぞれの苦労がありますからね。お互いにそれを分かち合うだけでも心が軽くなるものです。そうかもしれないですね。先日も少しお話ししましたが、やっぱりいつまでも今のような生活はできないでしょうし、夫ももうすぐ定年を迎えるので、ちゃんと老後に備えて貯蓄をしておかないといけないなと思うんですよね。今でも贅沢をしすぎているわけではないんですが、将来のことを考えるとこれで足りるだろうかと憂鬱になったりしてしまいますね。沢子は千恵さんには自分の胸の内を自然に話せることを不思議に思っていました。私も沢子さんと同じぐらいの年には同じように感じていたんです。このままで老後私たちは大丈夫だろうかって。それである日、主人が突然亡くなってしまって目の前が真っ暗になったのを思い出します。一人になった寂しさもそうですが、生活のことも考えないといけませんからね。本当に一人でやっていけるのだろうかと、それこそ途方に暮れていましたよ。沢子は千恵さんにもそんな時期があったということを知り、どうやってそれを乗り越えたのか知りたいという思いに駆られました。千恵さんはどうやってそうした辛い時期を乗り越えられたのですか？そうですね、特別何かをしたわけではありませんが、考え方を変えたんです。いいえ、正確には正しいものの見方を身につけたと言った方がいいのかもしれません。正しいものの見方ですか？はい、私たち人間は自分では気づいていませんが、いろいろと間違ったものの見方をしているものです。それを知って正しいものの見方を身につけることができれば、多くの不安は解消されるものです。千恵さんはそう言って微笑みました。いつもの達観したような表情です。その言葉は気持ちよいぐらいの明快さと揺るぎない安定さを持って沢子の心に響きました。私にもそのものの見方を教えていただけないでしょうか？沢子は切実な思いで千恵さんに頼み込みました。ええ、もちろんです。もしかすると沢子さんが悩みを手放すための一つのきっかけになるかもしれません。実は私は小さい頃から仏教を学んでいましてね。私の祖父がそれは敬虔な仏教徒で、私の母も私も幼い頃から仏教の教えや言葉というものに触れてきました。それが私にも幸運だったんだと思います。沢子はますます興味が湧いてきて、早くその教えに触れたいという思いでいっぱいでした。仏教の基本的な考えになりますが、宿泊という言葉があります。これはお釈迦様、すなわちブッダが説いたとされる人生の苦しみの種類です。宿とは生老病死、生まれてきて老いて病気となり、そして死んでゆく人生における基本的な苦しみがこの宿ですね。そしてこの宿に愛別離苦、恩蔵へ苦、愚不徳苦、五運浄苦の4つを加えて八苦と言われています。愛別離苦は愛する人と別れなければならない苦しみ、恩蔵へ苦は会いたくない人に会わなければならない苦しみ、愚不徳苦は欲しいものが得られない苦しみ、五運浄苦とは肉体を持ち存在することの苦しみです。千恵さんは一つ一つを指折り数えながら
教えてくれました。この四苦八苦というのは全てがつながっているんだけれど、これらの苦しみを手放すためにとても大切なものの見方というのがあるんです。例えばグフトック、これは先ほど話したように欲しいものが手に入らないという苦しみなんですね。沢子さんは今老後の資金が不安で仕方ないと言っていましたが、どうしてそう思うのかしら。沢子はまっすぐにそう問われて、確かにどうしてだろうと思いを巡らせました。どうしてでしょう。お金を貯めて何か新しいものを買いたいというわけでもないんです。ただ今あるものまでも全てなくなってしまうんじゃないかと心配なのかもしれません。家族みんなで過ごした自宅や長年連れ添ってきた夫との日々、子供や孫たちと遠出をしたり、そういう生活をできるだけ長く続けたいと思っているのかもしれません。家族との時間というのは本当にかけがえのないものです。お家にもたくさんの思い出が詰まっていて、いつまでもこのままにしておきたいという気持ちもあるかもしれませんね。はい、多分それらがなくなってしまうのが怖いんです。沢子は千恵さんと話す中で少しずつ自分の感情と向き合い始めていました。そうね、沢子さん、そもそもなぜ人は欲しいものを手に入れられず苦しむのだと思いますか。もしくはなくしてしまうことを恐れるのでしょうか。やっぱり世の中、手に入るものもあれば手に入れられないものもあるので、全てを手に入れるということは難しいんじゃないでしょうか。それにせっかく手に入れたものはいつまでも自分のそばに置いておきたいじゃないですか。確かにそうかもしれないですね。でも沢子さん、仏教ではこう考えます。そもそも私たちは本質的には何一つとして手に入れることができないのです。何一つですか。沢子は思わず声を上げました。はい、何一つ、一切のものは手に入れることができません。千恵さんは相変わらずの穏やかな表情で沢子をまっすぐに見つめています。でも私には夫がいて、子供がいて、孫もいて、お家もありますし、それに例えばこの腕時計も私が買って手に入れたものではないでしょうか。沢子はそう言ってお気に入りの腕時計を指さして千恵さんに尋ねました。沢子さん、確かにその腕時計はあなたが買ったものかもしれません。ですが、それは本質的にはあくまで一時的に借りているだけのもの。今はあなたが持っていますが、いつかこの世を去る時にはあなたはそれを持っていくことはできません。この世に返さなければならない。そういった意味において、そもそも私たちは初めからあらゆるものを手に入れることができないのです。それを聞いて沢子は確かにそうかもしれないとうなずくことしかできませんでした。いつかあなたはそれを返さなくてはいけません。ご家族もそうです。あなたが長年連れ添ってきた旦那さんもお子さんやお孫さんも、言ってしまえば皆この世から一時的に借りているものでしかありません。あなたはまずそれを認識しなければならないのです。では全てが借り物ということですか。その通りです。さらに言うと、あなたのその体もただの借り物です。あなたはそれをいつか返さなくてはなりません。千恵さんにそう言われて沢子は自分の手のひらを眺めて、これも借り物なんだろうかとまじまじと見つめていた。そうです。ですから私たちはそもそも何かを失うということを気に病む必要はないのです。初めからただ借りているだけのものなのですから、ただお返しするだけなのです。少し不思議に聞こえるかもしれませんが、私はそのことに気づいてからいろんな苦しみを手放すことができるようになりました。そう言って千恵さんはまたいつもの微笑みで窓の外に目を向けました。沢子はそんな彼女の横顔を見ながら、確かに千恵さんの言う通りかもしれないと思っていました。私にもいつか死ぬ日が来る。夫が先か私が先かわからないが、死というものは何人たりとも避けることができない。子供たちにも遠い将来、そうした運命が待ち受けているだろう。沢子は心の中でそのように思考を巡らせ、この世の無常に思い至りました。なんだか私、全てが私のものだって思い込んでいたのかもしれません。それでいつまでも今の生活を崩したくないから、お金がいくらあっても足りないって余計な心配ばかりしてしまって。千恵さんは沢子の心の荷が少し軽くなったのを感じ、優しく微笑みました。沢子さん、あなたは正しいものの見方というのを知りました。それはきっと苦しみを手放す大きな一歩になるはずです。私の言葉も今この瞬間も借り物です。いつか返さなければならないと思って、一つ一つのものをより一層めでてやってください。そうですね。なんだか気持ちが楽になりました。よかったです。
それに私も実際に経験したのでわかるんですが、この先はそれらをお返ししていく人生の時期に入ります。これまで集めたものを手放していくんですね。仏教ではお金は良いものでも悪いものでもなく、あくまで中立的なものとして考えられています。それよりも重要なのはお金そのものではなく、欲求とどのように向き合うかだとされています。確かにそうかもしれないですね。でもやっぱりある程度はお金を貯蓄しておかないと生活も苦しくなりませんか？もちろん貯蓄も大事です。将来を見据えて計画的に蓄えておくのはとても良いことですが、その時に自分の不安や欲求に振り回されてはいけません。欲求をしっかりと飼いならす必要があるんです。沢子はその言葉を聞いて耳が痛い話だなと思いました。確かに最近は家計簿をつけながらカリカリしちゃって、夫にも愚痴ばっかりで八つ当たりしてしまっていたかもしれません。それだと本末転倒になってしまいますからね。今を明るく元気で生きなくちゃもったいないわ。ちなみに意外かもしれないけど、ブッダはお金の管理についても語っているのよ。そうなんですか？仏教の教えの中にお金にまつわる話があるのかと沢子は新鮮な思いでした。財産四分法といってね、お金をどういう風に使うかということを説いたものなんです。どういうことをするのかっていうと、とっても簡単。収入の4分の1を自分のために使い、それから4分の2は仕事の資金に、そして残りの4分の1を貯金しなさいというものなの。仕事の資金というのは今で言えば何らかの投資だったり、そういったものと考えても良いと思うわ。なるほど。でも半分を投資などに回して4分の1を貯金というのは結構大変ですね。この時代だと完全にこの割合で実践するのは難しいかもしれないわね。でもこの教えが言いたいことは、要するに何か特定のものへの執着を捨てなさいということだと私は思っているわ。資産をバランスよく配分することで欲求をうまくコントロールする習慣をブッダは教え諭してくれたのではないかと思うの。幾分か決めた割合を初めから貯蓄に回して、それ以外の中から今の自分や家族にも使う。お金の不安にとらわれないバランスでやりくりしてみるといいんじゃないかしら。わかりました。やってみます。それにしても聞けば聞くほど仏教の教えって面白いですね。それにとてもわかりやすくて、もっと勉強したくなりました。それは良かったわ。またぜひ遊びにいらしてくださいね。沢子は千恵さんの話にすっかり夢中になって、気がつくとあっという間に夕方になっていました。自宅への帰り道、すべては借り物という千恵さんの言葉を思い出していました。何もかもが手に入れられない。それは厳しい現実かもしれません。でもそれを正しいものの見方でしっかりと見つめた時、沢子を悩ませていた漠然とした不安の影は消え去りました。彼女はこの世を照らす灯火を自らの中に得たのでした。この物語を聞いてあなたはどのように感じましたか？すべては借り物と言われても、欲しいものは欲しいし、失うのは嫌だと拒絶感を感じたでしょうか？それともいつかはこの世を去らねばならないという真実に向き合い、借り物であるという真理を見つけることができたでしょうか？仏教では私たちの苦しみは正しいものの見方を知らないことから生ずると教えています。確かに人間の根源的な欲求のコントロールはそうやすやすとできるものではないかもしれません。また生活をしていく上でお金というのは必要不可欠なものですから、なくなってしまうことへの不安を拭い去ることは難しいのかもしれません。ですが今回の物語の中で語られた仏教の教えは、その執着を手放すための足がかりとなってくれるはずでしょう。真っ暗に思えた人生も、ほんの小さな明かり一つでその足がかりが見えてくることもあります。今回の動画がそんなあなたの一助となることを願っております。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。